これで来れないじゃないですか、はい、あとはもう1対1だから、はい、急所だらけなので急所だらけはい急所だらけジークンドーの石井東郷先生、中国武術の宮平保先生、2人が見せる護身術、ワクワクしますね今回もヤバい技が飛び出しそうです。じっくり見せてもらいましょう。武術家たちのクロスロード。身を守るという意味では相手は1人とは限らないと、普通格闘競技の場合は相手は1人ですけれども、相手が2人とか3人とかそれ以上とかなった場合どういうような対応が、もちろん一番いいのは逃げると、避けるということだと思いますが、やむを得ずやらなくてはいけなくなった時にはどんな感じかっていうのをちょっと見せていただきたいんですけれども、はい、石井先生、やはり一番はやっぱり逃げるっていうのは間違ってないですか？そうですね、そういう場所に行かないとか、そういうシチュエーションに合わないような行動、生活を送るっていうのがやっぱ一番重要じゃないですか。やはりそうですね、使わないように守るっていうことで、はい、はい、それではですね、相手が複数、例えば2名、来た場合どうするかっていうのをちょっと見せていただけますか？わかりました。はい、じゃあこんな感じですか？もうちょっと前で。鍵とか持ってたら、ポケットの中に入ってたら、こっちにぶつけといて、こっちが来たのをこう行く感じですかね。こうやってヒュッでここでごめんなさいねぶつけといて、こっちにストッピングします。方位の中心から逃げることが重要だと思って、これで来れないじゃないですか、はい、あとはもう1対1だから、重要だと思って、これで来れないじゃないですか、はい、あとはもう1対1だから、なるほどということです。はい、これを1対1にしてしまえば問題ない。そうです。はい。春樹さん、問題ないです。そういう意味じゃない。そういう意味じゃないですよ。そういう意味じゃない。煽る感覚。なるほど。あと身につけてるものをこう武器にこう投げたり、本当は顔にピシッと当てて、でこっちを2対1にするとかね。そういう発想ですね。中心から逃げる。はい。この2人の中心にはいないということですか？そうです。どちらかを相手にしてそっちを制す。はい。石井先生、やっぱその身につけてるもの、例えば、今でしたら鍵見せてもらって、キーだったり、そういうものをなんかパッと投げたり使ったりするというのは、これはジークンドーではないです。ただ武術として考えるというそうですね。ことですよね。例えばさっきもちょっと言ったかもしれないけど、例えばこういう硬い木とか壁とか、そういうのにこうぶつけたりとか、なんかそういうのも発想されます？もちろんです、もちろんです。なるほど、なるほど。わかりました。はい。じゃ宮平さん、今ご覧になってて、例えばこう鍵を投げるとか、そういった考え方ってどう思われますか？鍵、当然なんて言うんでしょうかね。これアクション映画で言いますと、ブルース・リーのこう正統派の戦い方と、あとジャッキー・チェンというコメディカンフーとしてのエンターテインメントの部分が多い。しかし実際ありとあらゆる道具を使いますよね、ジャッキー・チェン。そういう意味ではジャッキー・チェンはすごく実践的な発想というんですか、いわゆる喧嘩向きですよね。というのはありますので、身の回りの道具を使うっていうのは当然必要だと思います。これがルール違反ということではありませんので。ルール違反というか、宮平先生にとってはもう、宮平先生って家の家具を選ぶときから、これ武器になるかなと思って選ぶらしいですよ。素晴らしいです。同じ形であれば使えた方がいい。家具ですよ。よかったですね、奥さんも武術家で。理解があってね。なぜかこの話になると口が重くなる。普通なんだけど。カットします。大丈夫ですよ、大丈夫です。なるほど。じゃあ宮平先生の方もちょっと多人数。じゃあ壁っていうのを使いましょうか。なるほど。壁とかになります。違いですか。ちょっと若干場所移動して、コンクリートの打ちっぱなしの壁みたいなところに。もう石井先生、これは何が起きるか予想がつきますか？ワクワクしますね。あなたがここに叩きつけられるんです。
じゃあちょっとこれで、まあ、例えばこういうところに行って、はいはいまあ、複数の人が襲ってきた場合、お願いします。やっぱりいわゆる知の利というか環境っていうのを見てこれ使えるなんて当然あると思うんですね。はい、まあ、例えばじゃあ2人やりましょう。まあ例えば、まあ、こういうこう捕まってこんなシチュエーションってあんまりないと思うんですよね。個人力ですね。はい、で頭ですね。はい、じゃあちょっとゆっくりちょっと待ってね。この関節自体が多分コントロール自体によっては頭にきます。頭にきます。頭にきます。はい。消えましたのが来たと。じゃあ、ここでこれに切ってますね。はい、もう一回いきます。お腹の上です。ということですね。はい。ということですよね。やはりこの最初のキュッて腕を決めているところから、もうどうにでもできるようになって、これは何でもいいと思うんですよ。まあこっちこっち使う。例えば相手、まあ僕から見たらもう本当に急所だらけなので、急所だらけですね。はい。急所だらけ。急所だらけですよ。はい、引くところお願いします。お願いします。どういう形になるんじゃないでしょうか。まあなんだろうな。じゃあこれです。こうですね。ですね。よいしょ。はい。ごめんごめん。やはりちょっと今 IC 先生のことで、ちょっと僕感じたのは、その平先生にとっては、まあこういうものが、まあ、普通っていう僕から見たら急所だらけっていうのはもう見たら瞬間にそういうふうに感じてしまって、見た瞬間にそういうふうにもう動く脳が完全にできているんでしょうね。だから何かすごくこの護身術ってとかこういうふうにやろうって考えてる感じがまあ全然しないんですけども、ちょっと異常な脳みそですよね。やはり綺麗な打撃で、まあ、素人の喧嘩ってなぜかこう打ったりするんですが、ちょっと角度変えてこめかみいったり鼓膜いったりするので、危ないですので、はい、だからたまに僕は現代の時代で急所危ない止血っていって危ない急所っていうのは習うべきかどうかっていうのは考えたこともあるんですが、でも考えによっては急所危ない場所を知ってる方が逆に避けることができるので、たまに分からなくてボカンと致命的な急所当たったりして大きな事故あるいはなんて言うんでしょうか、こう相手を殺傷してしまったりするので、逆にツボっていうのは人体研究をする上でも逆に分かってた方がいいのかなと思ったりしますね。私の師匠はこの大が、こういうツボとかそういう技が危ないということを使ってきたギリギリの最後の世代だと思いますので、私たちにツボの危ない攻撃法っていうのを教えるのは非常に躊躇されてたんですね。これからの時代必要かなと、でも、一度失われるとこれは分からないくなるものもたくさんありますので、はい、ぜひお願いしますということで、はい、ですね、指導を受けた内容ですね。石井先生、今ご覧になっておおとおっしゃってましたけど、どの辺がおおだったんですか。やっぱそのこういうね環境を利用した戦い方で、急所だらけですよね。なんか私にとってはバーゲンセールですからみたいな感じの言い方。その感じは面白かったですね。先生のいやですね。だから本当にそういう意味が平常心っていうことなんですよね。でもやっぱ最初の手をこうクッてやるところ、あとはまあいくらでも当てられますけど、普通の人は第三者が見てるとあんなの聞くわけじゃないじゃん的な風に思ったりするじゃないですか。でももうあの時点でもう運命はコントロールされちゃってるっていうぐらいのことなんですよね。あれ石井先生なんかやっぱもうダメだなと思われます。分かりますよ。分かりますか。昨日散々受けたんで。ちょっと質問を変えますけれども、宮平先生やはりこの接触をすると、スパイの作ると、
例えばこの石井先生っていうのはまあ離れて戦うんですけど、例えばまあ仮にそのまあこういう暴漢の中にですね、暴漢というか、まあ、石井先生みたいにちょっと戦うような状況にまあなったとした場合、ものすごくこう速い動きで距離を置いて、そういう時ってどのようなふうに自分が動くであろうというふうに想像されますか？そういう質問もたまに受けます。特に打撃格闘技をなさっている方々がこういう質問があるのをよく理解できますね。ただ僕もどういうんですかね、相手が接触した状態とか、まあ演武というか練習として打ってるぐらいのスピードだと、僕もこれに合わせて、いわゆる投速ですから合わせてやりますけど、相手の攻撃も速くなるとこちらも同じように跳ね返っていくので、これはもう危険度がかなり増しますよね。はい、これはあくまでなんていうんですか、限定的な稽古ではうちではやりますけど、はい、結構危なくなってはきます。はい、なるほど。まあ一応僕が今聞いたイメージで言うと、相手が例えば5ぐらいの脅威であれば、こちらも5ぐらいで、まあこんな感じかなと。例えば相手がもし本気でまあ10、20、100で来る場合は、こちらも10、20、100に自動的に自分が考えてそうやるわけじゃなくて、そういうふうになってしまうだろうと。合わせますね。石井先生、今宮平先生の言葉ってなんかどういうふうに感じます？怖いです。怖いって。でもなんか理解できます？まあできます。やっぱもう僕はそうなんですけど、やるときはもうやるっていう姿勢で、臨んでるんですね。はい。もうそこはもう保証できない。やはりまあ黒帯ワールドとしては、そのやはり想像力、何か起きた時にこういうことができるのかもとか、何か起きたらどうしようっていうのを皆さんに思ってもらって、何かの時の助けになればいいっていうことですよね。僕は特に体力のまあ弱いというか力が弱い女性には武術を使ってここでこうやって関節取ってっていうよりはまずおすすめするのは催涙スプレーですね。夢も何もなくなる話かもしれませんが、やっぱり接触して力のぶつかり合いになる前にやはり離れた状態でどうにか解決してほしいので、これ夢もあれもなくなるかも分かりませんが、催涙スプレーとか安全でいうとさすまったもありますけど、あれ訓練いると思います。うちの武術やってるメンバーがもいろいろやっても、まあ、実際なかなかあれでも武器術の一つですからね。そうですね、それをね一般の教員が使うと難しいですね。まあさすまたの先にスタンガンがついてるとかいろいろあるんだったら可能性はいろいろありますけど、そういう意味では5メートル、10メートル、まあ5メートルぐらいかな、先からこうシューッとこうできる催涙スプレーとか、の方がまあ確実というか事故が起こる率はいいのかなと思います。ただ日本はまだ治安はそんなものすごく悪いわけではありませんので、いいけどいろいろ考えさせられたりはしますね。今ですね、こういうちょっとホールのロビーという日常的な空間の中で、まあ当然危険が迫ってきたら逃げるのが一番なんだけれども、逃げられないと、やむを得ずなんか戦わないといけなくなった時にどうするかっていうのをちょっと見せていただきましたけれども、まあ、お互いいろいろ見てなるほどみたいなことがあったと思うんですけど、ちょっと簡単な感想だけ石井先生いかがでした？今いや例えばその多人数に対する、対処法だったり宮平先生の技術を見せていただいたりしたんですけど、やっぱ重要なのはやっぱ一つ一つの技術がしっかりちゃんと練れてないと、それを連動して多人数に、使用したりっていうのは難しいと思うので、やっぱりその一つ一つの技術をしっかり積んでいくっていうのがやっぱ改めて重要だなっていうふうには感じましたね。はい。宮平先生はいかがでした？今日ご支援やって、そうですね、まあ、僕個人的には道場で道着を着て稽古するよりも、それはいいんですが、こういったなんていうんでしょう、普通の場所で、武術の動きを、護身として発揮するっていうのは僕の中では全然違和感というか、道場内でやってることと境界線は全くなくて、で武術をやるっていうのは道着を着替えて初めてマインドもチェンジしてさあ稽古するということは考えたことはありませんので、そういう意味では、常に武術をやるという、常に武術を行っているという意識はありますね。
石井先生のも見せていただいて、当然、格闘競技ではありませんので、武術ですので自然にこういう雰囲気に、はい、マッチしてたかなというふうに、はい、印象を受けました。まあ、確かにそうですね、普段道場でだけやってるというような雰囲気ではなかったですもんね。あとやはり石井先生が今おっしゃった一つ一つの技が大事っていうのは、まさにさっき宮平先生がおっしゃったまず手首をこうやったらもういくらでもって、その最初のこれができてないとどうにもならないですもんね。その接触してからのこの肘に向けたこの崩しだったり、あれはそう教えていただきましたけど、あれ見ててやっぱりそれがまずできていないとお話にならないので、だから日常の生活稽古をしっかりやっぱ一つ一つ習得していかなきゃいけないなと。そして今回石井先生のいろんな、技術を見せていただきまして、やはり一つ一つこうダメージを与えるっていうのは非常に重視されてますね。そうですね。はい。なるほどですね。一方金田術はいかに抑えるか、さらに危険な状況が迫るのであれば危険度も増していきますけど、基本的に取り抑えるというふうになってるので、はい。本当ですか。相当なダメージですよね。やっぱ相手の反応次第ではあるんですけど。相当なダメージだと思う。はいはい。瀕死かな。すいません、つい突っ込んでしまいました。いや、僕の中で打撃よりダメージある気がすると思いましたけど。やはり石井先生あれですけど、ブルース・リーはやはりなんていうんでしょうか、よりダメージを与えるっていうその短い時間でいかに相手を終わらすかですからね。確か短い時間でパパンってやって逃げればいいという考え方でいうと、確かに非常に効果的ですよね。わかりました。はい、じゃあこのパートは以上でありがとうございました。ありがとうございました。フロットよりもコツンと瞬間に合わせてこの重心運動を早いんですね。なんですかね、この間を取られるっていうか、打たれてから分かるっていうか、まあ戻ってから分かる。いないボールも確実に完璧じゃないですか。いけます。そしてこういうこっちに回り込んだリプがここに次でこう下に出してこう入っていく。大丈夫。こうやってここからサイドキックに持っていく。こうなんかこれ振り抜いてください。すごい本当に衝撃を受けたんですけど、体幹部分があって、肩もうすぐ肘なので、少なくともこれよりは一致させるのはやりやすいと思うんですね。やりたいことをやるまでの間のプロセスがすごく難しいし重要だと思うんですけど、石井先生が八極を使い出すとちょっと大変な脅威ですよね。石井東吾、宮平保、武術家たちの人生が交差するクロスロード、黒帯ワールド。Everyone is a hero in 黒帯ワールド。黒帯ワールドでは誰もがヒーロー、もちろんあなたも。それではまた黒帯ワールドでお会いしましょう。